みんな元気なのだ。今日は石油が豊富な国、ブルネイについて紹介していくのだ。実は、ブルネイの国民は、所得税や消費税を払う必要がないって知ってたのだ。まるで夢みたいな国なのだ。そんなすごいブルネイから、今日はとっておきのニュースを全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ザカート処理改善。宗教省は依然6宣言の神聖滞留という記事なのだ。イスラム教の記者、ザカートの神聖処理が早くなったのに、まだ約6宣言も未解決だっていうから驚きなのだ。でも、処理時間は平均294、295日かかっていたのが、なんと54、55日まで短縮されたのだ。AI やブロックチェーンも活用して、もっと良くしようとしているブルネイの動き、見逃せないのだ。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、みんなでブルネイの最新情報を一緒に見ていくのだ。東南アジア、ボルネオ島の北部に位置する小さな国、ブルネイダルサラームを紹介するのだ。首都はバンダルスリブ川湾で、街には豪華なモスクが立ち並んでいるよ。かつてイギリスの保護国だったけれど、1984年に独立を果たしたんだ。人口はおよそ45万人で、スルタンが統治する絶対君主制なのだ。国を支えるのは豊富な石油と天然ガス、豊かなイスラム文化が根付いていて、平和で穏やかな雰囲気が特徴だよ。最近は石油依存からの脱却を目指して、観光や他産業の育成にも力を入れているのだ。自然豊かな熱帯雨林も大きな魅力なんだ。一つ目のニュースなのだ。公務員の柔軟な勤務時間、内閣府は引き続き検討中という記事なのだ。ブルネイ政府は公務員の柔軟な勤務時間制度を検討しているのだ。これは昨年の立法評議会で提案されたものなのだ。省府の大臣によると、公共サービス局が現在の勤務体系を詳しく調べているのだ。ブルネイの民間企業や柔軟な勤務制度を導入している他の国の公務員制度とも比較しているのだ。さらに、シンガポールに派遣された公務員も、ブルネイへの導入の適合性を調査しているのだ。現在の勤務日、月曜から木曜と土曜より適切で効果的なスケジュールに変更することも検討しているのだ。この変更の目的は、公務員のワークライフバランスを良くして、メンタルヘルスをサポートすることなのだ。大臣は、この取り組みは実現可能だけど、公共サービス改革委員会でさらに審査が必要だと言っているのだ。政府サービスの効率的な提供にはデジタル技術の活用もとても重要で、コロナ禍でもその効果がはっきりしたのだ。二つ目のニュースなのだ。ザカート処理改善。宗教省は依然6宣言の神聖滞留という記事なのだ。イスラム教の記者、ザカートの神聖処理が早くなったのに、まだ約6宣言もの申請が未解決なのだ。特に書類の不備で確認中になっているのが2422件もあるし、2000件以上は今も調査や確認中なのだ。人手不足も大きな課題なのだ。でも、処理時間は大きく改善されたのだ。2023年には平均294、295日もかかっていたのが、2025年1月から6月には平均54、55日まで短縮されたのだ。これは、書類の事前審査や、滞っていた案件を処理するための特別チームを作ったりしたおかげなのだ。だけど、デジタル化は進んでいるのに、まだ手作業での確認も必要なのだ。これから政府は、食料や医療費など現代の状況に合わせた新しいザカートのガイドラインを作る予定なのだ。さらに、AI やブロックチェーン技術を使って、ザカートの管理をもっと良くすることも真剣に考えているらしいのだ。貧しい人たちを助けるために、これからもいろいろな努力が続いていくのだ。3つ目のニュースなのだ。エンクエスト、ブルネイ沖航空の生産権を獲得という記事なのだ。ブルネイが10年以上ぶりに新しい石油、
ガス生産分与契約を結んだのだ。これは国の石油、ガス部門を元気にする、とっても大きな一歩なのだ。ロンドンに本社があるエンクエスト社の現地子会社、エンクエスト EPBVL とが、ブルネイ沖の C ブロックで生産権を獲得したのだ。最初のガス生産は2029年を目指しているのだ。エンクエストは、まず C ブロックの単独オペレーターとして活動し、その後、ブルネイ、エナジー、エクスプロレーション社と50の合弁会社を作る予定なのだ。この合弁会社で、メルパティ、メラギ、ジュラガンというガスタを開発するのだ。エンクエストの CEO は、ガスへのポートフォリオを多様化し、東南アジアでの存在感を広げるという戦略にぴったり合う機会なのだ、と言っているのだ。マレーシアや北海での経験が、このプロジェクトでとても役立つと期待されているのだ。エンクエストは、ブルネイ市場に参入する独立系石油、ガス会社としては2番目なのだ。エンクエストのような新しい企業が加わることで、ブルネイの石油、ガス産業はもっと競争力があって、活発になるのだ。ブルネイの石油、ガス部門は、2024年の GDP の約半分を占めるほど、国の経済の基盤になっているのだ。新しい契約は、ブルネイが地域における主要なエネルギー供給者としての可能性をさらに示すものなのだ。ブルネイは石油と天然ガスが豊かな、平和で穏やかな国なのだ。柔軟な働き方やザカート処理改善で国民生活向上を目指し、新たなガスタ開発で経済の多角化にも力を入れているのだ。伝統を守りつつ、未来へ向かって着実に進むブルネイからこれからも目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。